こんにちは。今日は日本で愛され続ける名作窓際のトットちゃんをご紹介します。この本は著者である黒柳徹子さんの幼少期の実体験を元にしたエピソードが綴られており、戦時中の日本を背景にした物語です。教育のあり方や子供の可能性を深く考えさせられる作品で、多くの読者に感動を与えてきました。まず、この本の主人公は、もちろん黒柳徹子さん自身、子供の頃のトットちゃんです。彼女は当時の一般的な学校教育にうまく馴染めず、学校を退学させられるところから物語が始まります。その後、彼女は巴学園というとてもユニークな学校に通うことになります。この学園は従来の教育制度とは異なる自由な学びの場で、子供たち一人一人の個性や可能性を尊重する姿勢が特徴です。トットちゃんは好奇心旺盛で自由奔放に行動するため、周りの大人たちにとっては手に負えない子供として見られていました。しかし、この本で描かれている巴学園の校長先生である小林隆作先生は、トットちゃんのそうした個性を大切にし、彼女を受け入れ、信じる姿勢を持っています。この校長先生との出会いが、トットちゃんの人生を大きく変えるのです。この物語の大きなテーマの一つは、自由な教育です。戦時中という厳しい時代背景の中でも、巴学園は子供たちに自由を与え、それぞれが自分らしく成長できる環境を提供していました。教室は古い電車の車両を改装したもので、子供たちはそこでのびのびと学び、遊び、発見をしていきます。例えば、通常の学校では、授業時間や科目が厳密に決められている一方で、巴学園では、子供たちが好きな順番で授業を受けることができました。彼らは自然の中で自由に遊び、実際に体験しながら学ぶことができたのです。このような自由な学びの環境が、トットちゃんにとってどれほど素晴らしいものだったのかが、本書を通じて鮮やかに描かれています。もう一つの重要なテーマは、個性の尊重です。巴学園では、すべての子供が一人一人異なる個性を持っていることを前提に、教育が行われていました。小林先生は、子供たちが持っている可能性を信じ、それを引き出すために力を注いでいます。トットちゃんも、これまでの学校では、問題児として扱われていましたが、巴学園では、彼女の好奇心や行動力をポジティブに捉えられ、個性を伸ばす環境が整えられていました。トットちゃんが学校の窓から外を見続けていたり、授業中に突拍子もない行動をとることがあっても、小林先生はそれを否定せず、むしろ彼女が自分自身を表現できるような環境を提供していました。このような教育のあり方が、子供の可能性を最大限に引き出す鍵であることを、この本は教えてくれます。物語の中で描かれるエピソードの一つに、海の味という話があります。これは子供たちが海の味を体験するために、校長先生が海辺で採れた食材を持ってきて、実際に食べさせるというシーンです。巴学園では、ただ教科書に書かれている知識を学ぶのではなく、実際に見て、触って、体験することを大切にしていました。このような体験型の学びが、子供たちにとって強い印象を残し、彼らの心に深く刻まれていったのです。視聴者の皆さんも、子供の頃になぜこれを学ぶのかと感じたことがあるかもしれません。ただ与えられた知識を覚えるだけでなく、それがどのように日常生活に役立つのか、どう感じるのかを実際に体験することで、学びはより深まるものです。この海の味のエピソードは、私たちに学びの本質を教えてくれる象徴的なシーンです。また、巴学園には、体に障害のある子供たちも通っていました。トットちゃんは、そうした友達と一緒に遊び、学び、助け合いながら成長していきます。ここでも小林先生は、障害のある子供たちを特別扱いすることなく、すべての子供たちが平等に学べる環境を提供していました。このような姿勢が子供たちにとって自然な形で多様性を受け入れる心を育んでいたのです。今の時代、私たちは多様性やインクルージョンを重視していますが、窓際のトットちゃんの中では、戦時中という厳しい時代においても、そうした価値観が実践されていたことが印象的です。すべての子供がその違いや個性を尊重され、互いに助け合いながら成長していく様子は、現代においても非常に学ぶべき点が多いと感じます。さらに、この本は戦時中の日本が舞台となっているため、教育の面だけでなく、当時の社会や人々の暮らしについても触れられています。戦争の影響で生活が厳しくなる中でも、巴学園は子供たちに豊かな学びの場を提供し続けました。戦時中の苦しい時代背景の中で、子供たちがどのように希望を持ち、成長していったのかを知ることができる点も、この本の魅力の一つです。さて、続いては、この物語の後半部分や、さらなる魅力についてお話ししていきます。窓際のトットちゃんでは、巴学園の教育が、いかに子供たちの自由な発想や個性を尊重していたか、また、その学びが、
子供たちにとってどれほど大切なものだったかが描かれています。一つ、特に感動的なエピソードとして、電車の教室があります。巴学園では古い電車の車両が教室として使われていました。子供たちはその電車の教室で学び、遊び、そして自由に過ごしていました。普通の学校とは全く違う環境で規則に縛られずにのびのびと過ごすことができる場所。この電車の教室はまるでトットちゃんたちの想像力や自由を象徴しているようです。このエピソードは教育環境の重要性を改めて考えさせてくれます。教室の形や形式にとらわれず、子供たちが学びたいことを自分のペースで学べる場所があるというのは、当時としては非常に革新的な考え方でした。現在でも柔軟な教育方法が注目されており、巴学園のような自由な学びの場は、現代の教育にも多くの示唆を与えてくれます。視聴者の皆さんも自分自身が学ぶ場や子供たちが学ぶ環境について考えたことがあるかもしれません。どういった環境が想像力や好奇心を育むのか、そして自分がどう学ぶかということが成長に大きな影響を与えるのです。この電車の教室は子供たちにとって学びの場がどれだけ楽しいものであるかを象徴しています。もう一つ心に残るのは物語の最後に描かれる巴学園の結末です。戦争が激化する中、最終的に巴学園は空襲によって焼け落ちてしまいます。しかし、校長先生や子供たちがそこに込めた夢や希望は物理的な建物がなくなっても決して失われることはありませんでした。これは学びや成長が場所や環境に縛られないものであるということを象徴しています。この結末は読者にとっても深い考えをもたらします。私たちは困難な状況や厳しい環境の中でも夢や希望を持ち続けることができるのだというメッセージが込められています。巴学園の子供たちは戦争という厳しい時代の中でも自由な発想と希望を持って成長していきました。この物語を通じて私たちは教育とは何かという根本的な問いかけをされているように感じます。巴学園で実践されていた自由な教育、そして個性を尊重しながら子供たちを育む姿勢は今でも非常に先進的です。この本を読むことで私たち自身がどのように子供たちと向き合い、どのように未来を築いていくべきかを考えるきっかけになるでしょう。さらに、この物語を通して読者は教育の意義や価値について深く考えることができます。現代でも子供たちの創造性や独自の才能をいかに引き出すかが議論されていますが、この本はまさにその先駆け的存在です。巴学園の取り組みは今の時代にも通じる重要なヒントを提供してくれます。特に子供たちの学びが必ずしも固定された枠に収まる必要はないという考え方は今後の教育にも大きな影響を与えるでしょう。最後に窓際のトットちゃんはただの子供の成長物語ではありません。トットちゃんを通じて私たちも子供の視点から世界を見つめ直し、人生の意味や価値を再考することができます。巴学園の自由な環境と小林先生の信念が多くの読者に感動を与え続けている理由はそこにあるのです。視聴者の皆さんもぜひこの本を手に取って読んでみてください。子供の頃に戻ったような気持ちでトットちゃんと一緒に冒険をしてみてください。そしてこの物語を通じて自由と個性、そして教育の本質について考えてみることをお勧めします。下のリンクから本を購入できますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画もお楽しみに。